こんにちは、もずくです。今回はウマート島に住む住民さんたちのお家をリフォームしていきます。リフォーム動画も今回を入れて残り2回となりました。今日はアチョットとレベッカとサブ住民のお家をリフォームしていきます。それではどうぞ。まず1軒目は3段目の崖に立つアチョットのお家からです。アチョットのコペマート島での設定は最近引っ越してきたばかりでまだ仕事を探し中という設定です。なのでお家はお店とかではなくて普通に自宅を作っていきます。なのでまずは元のお部屋を片付けてアチョットには部屋着に着替えてもらいます。で、いつもと同じく動物の色味をお部屋に取り入れてあげたいのでまずメインの壁紙は白いメトロタイルの壁、床はテントの床、アクセントウォールに黒いパンチングボードの壁を使います。で、エントランスはそのまま。ライトは温かみのあるライトで少し暗め。環境音は道路が近いので都会にしておきます。では、ベースが決まったので間取りを決めていくんですけど、今回もまた間取りとかでいろいろ工夫していきたいなと思ってます。まずお部屋に取り入れたいなと思っているのが階段と廊下、あとはお部屋に必要なキッチンだったりとかベッド、ご飯を食べるところも作ってあげたいなと思ってます。まず今回はお部屋の奥を廊下にしようかなと思うのでダークウッドのフロアシートを敷いて廊下を作ります。で、次に階段を作るんですけど、階段はいつも正面から見える形だったりとかこの横ら辺からちょろっと見えてる階段を作ることが多かったんですけど、ちょっと今回挑戦してみようかなと思ってまして、まず木製の柱を置いて壁を変えます。で、その柱の前に階段ダンスを置きます。だけどこのままだと全然リアルな階段ではないので、この階段の終わりを隠すように柱で囲います。はい、そうするとこの階段の一番上の段の部分が少し隠れるので2階部分につながっていそうな感じになってきたかなと思います。ではもう少しリアルに見えるように作っていきます。まず階段の一番上の段から別の部屋につながるように壁にドアの前デザインを貼っておきます。で、この少し見えている隙間の部分は階段の色味と合わせて焦げ茶色の前デザインを貼っておきます。で、あとはドアの上の部分が開いているのでここにライトを飾ります。はい、正面から見るとこんな感じになりました。ドアをつけただけでだいぶリアルな階段っぽく見えるようになったかなと思うんですけど、さらに今この柱と柱の間が開いていると思うんですけど、この部分にフェンスを置きます。はい、どうでしょうか。いつもだと結構この3段目の部分を隠したりして階段を作ったりすることが多いんですけど、ほとんど隠さずにこういう風な形にすることによって手前からパッと見ただけでわかるかなと思うのと、あとちょっと螺旋階段っぽくも見えなくもないかなと思います。はい、ではどんどん他のスペースも作っていきます。まず奥を廊下にしたと思うんですけど、ここに階段を作ったのでこの左側だけを廊下にしようかなと思います。で、ここに家具を置いてしまうとこの階段の部分に行けなくなってしまうんですけど、何かしら飾って物足りなさをなくしたいなと思うので壁に島釘でも使っているトタンの前デザインを貼ります。で、トタンとトタンの間は窓の前デザインを貼っておきます。はい、全体はこんな感じです。正面の壁を窓と木とパンチングボードの3種類あることでこの狭いお部屋なんですけど、いろんな壁、いろんなスペースに分けたことで広く感じるように思えるかなと思います。では次は廊下と階段部分は完成したのでこの中途半端なスペースを埋めていきます。島の動物たちはベッドを置いても寝てくれないのでもう寝れない位置にあってもいいかなと思うのでここにベッドをはめ込みます。で、壁にも少し変化が欲しいのでシンプルなウォールシェルフを飾っておきます。はい、これで奥のスペースは完成しました。
では次は手前のスペースを埋めていきます。まず最初にも言った通りキッチンは絶対作りたいので、この階段の前にキッチンを作ろうかなと思うんですけど、キッチンによってはせっかく作った後ろの階段を隠してしまうので、今回は後ろが空いているシステムキッチンを使います。で、この柱の前の中途半端なスペースは冷蔵庫を置いて、こっちの1マス空いているところは柱を足してキッチンがはめ込まれているようにします。はい、正面から見ると今こんな感じです。キッチンを置いて階段の地面と接しているところを隠したことで、さらにリアルに見えるようになったかなと思います。では次はご飯を食べるスペースを作ります。もうそんなにスペースが空いてないので、大きな家具はもう置けないんですけど、物足りなさはなくしたいので、工夫して家具を置いていこうかなと思います。まずこれ以上大きな家具を置けない分、色でメリハリをつけて物足りなさはなくしたいなと思うので、お部屋の真ん中にラグを敷きます。で、その上に一人用のテーブルと椅子を置きます。で、これで必要最低限なスペースは全部作れたんですけど、まだまだ左右が空いてて物足りなさを感じるので、家具を足していきます。まず左側の壁沿いにアイアンクロゼットを置いて、その横にスペースが余っている時にすごく役立つ縦置きカラーボックスを置いておきます。多分縦置きカラーボックスすごく何回も私の動画とか配信が出てくるかと思うんですけど、でもデザイン的にすごくシンプルでそんなに目立つものではないので、何回も使っててもしつこく感じることはないかなと思います。カラーボックスと同じでシンプルなチェストとかもどんなジャンルでも合うので、スペースが空いてしまって困った時はおすすめです。では次は右側の壁沿いを埋めていきます。ここは奥にベッドがあるので、幅が広い家具を置いてしまうと奥を隠してしまうので、2マス分取るけど奥行きがあまりないヴィンテージなチェストを置いておきます。はい、正面から見ると左の家具に比べてヴィンテージなチェストは奥行きがないので、ここに置いたとしてもあまり隠さないでいてくれます。では次は小物を置いていきます。アチョットは1個前のリフォーム動画が出てきたトミと同じぼんやり系なんですけど、なんかトミの方がだらしなさそうというかなんか抜けてるイメージなんですけど、アチョットはぼんやり系でもちょっとしっかりそうなイメージがあるので、キッチンの上にちゃんと洗い物をしている水切りラックとチェストの上に綺麗に畳んである服の山を置いておきます。で、ちなみにこの服の山なんですけど、このお部屋の壁でも使っているトタンの前デザインを服の山につけてます。なんかすごいトタンっぽくなるかなと思ったんですけど、意外とそうでもなくて、なんならなんかボーダーのポロシャツっぽくも見える気がするので使ってみました。で、左側にも小物を置きたいんですけど、お部屋に音楽を流したいなと思うので、ダブグラジカセを置いて音トイを流しておきます。では次は天井を飾っていきます。まずこのフェンスとキッチンの上ら辺が少し寂しいので、蛍光灯を置いて照らします。で、さらにこの真ん中ら辺の空間に照明にすると蛍光灯と被ってしまうので、シーリングファンを配置しておきます。はい、これで床に置く家具と天井は飾り終わりました。では次は壁を飾って仕上げていきます。まず棚の上にお部屋のトタンと合わせたエアコンを配置して、奥の廊下の部分の壁にはさらに別のお部屋につながってそうなドアとライトを配置しておきます。で、右側の壁にはベッドの横はもう何も飾らなくてもいいかなと思うんですけど、ヴィンテージなチェストの上は何か飾りたいので、お部屋全体の色味のバランスを見てシルバーのウォールクロックを配置しておきます。で、最後に入り口側の壁にスイッチを飾ったら、これでこのお部屋は完成です。2軒目は町外れにあるレベッカのお家をリフォームしていきます。で、しまくりを見てもらってわかる通り、カフェのパラソル付きテーブルや看板があったりして施設っぽくなっています。なのでレベッカのお家はレストランにしていきます。まずは元のお部屋を片付けて、
レベッカにはレストランの店員さんになってもらいます。で、今回も同じくレベッカの色味を取り入れてあげたいので、まずメインの壁にアンティークレンガの壁、床は古い板間の床、アクセントウォールにレトロなレストランの壁を使います。で、エントランスはそのまま。ライトは温かみのあるライトで暗め。環境音は街から外れているので路地裏にしておきます。では、ベースが決まったので間取りを決めていきます。まず、レストランに必要なスペースといえば、キッチンとイートインスペースは絶対に必要になるかなと思うので、その2つは絶対に取り入れていきます。で、それに加えて、お客さんが待つところも作りたいなと思うので、大きく分けて3つのスペースに分けていきます。まずは、イートインスペースから作ろうかなと思うんですけど、またちょっと工夫して作りたいなと思うので、まず、右側の壁沿いにお城の門を置きます。で、その前に工作台とノルディックなチェアを4つ置きます。はい、これでイートインスペースのベースは作れました。で、ここからさらに工夫したいんですけど、アチョットのお部屋でも登場した窓の前デザインを壁に貼ってお城の門から覗かせます。で、上の部分はアクセントウォールと別の壁にしたいので、木の前デザインにしたチックウォールステッカーでアクセントウォールを隠します。はい、正面から見るとこんな感じです。まだお城の門の終わりをなじませてないのでちょっと不自然なんですけど、この門から窓が見えている感じが実際にレストランにありそうな気もしなくもないかなと思います。で、レストランなのでこのテーブルの上に食器を置きます。今回は椅子4つに対してテーブルが2マスしかないんですけど、なるべくお皿がたくさん置いてあるように見えるようにテーブルセッティングを2つ向きを変えておいて、正面から見た時に食器がたくさん置いてあるように見せます。では次は左奥を作っていきます。ここは、キッチンを作ろうかなと思うので、まずお城の門の端に木製の柱を置いて終わりをなじませます。で、さらにキッチンとイートインスペースが直接つながっていないようにしたいので、さらに柱を足して壁を作ります。で、この壁沿いにレストランなのでなるべく立派に見えるシステムキッチンを置いて、空いたところは木製の柱で埋めておきます。はい。で、なんでここを仕切り壁にしなかったかというと、ここを仕切り壁にしてしまうと、左に置いた2つの柱と左右の柱の数が合わなくなってしまうので、仕切り壁ではなくて柱で壁を作りました。では次はレジを作っていきます。まず左右の幅を揃えたいので、手前の壁沿いにも柱を足します。で、この柱にくっつくように公園台を置いて、その上にアンティークなレジを置きます。で、なるべく家具と柱の隙間がもっと馴染むように看板を置いて馴染ませます。で、あとはキッチン側の壁に何か飾りたいので、キッチン吊るしをシステムキッチンとくっつけて配置しておきます。はい、これで奥のスペースは完成しました。イートインスペース側の椅子は手すりがついてて、レベッカは座れないんですけど、レベッカは店員さんなので、座れなくてもいいかなと思います。では次は手前側を作っていきます。最初にも言った通り、手前側は待つスペースにしたいなと思うので、まずお部屋をさらに分けるためと全体の色のバランスを取るためにレンガの柱を置いておきます。で、手前の床と奥の床を変えてさらに変化を出したいなと思ったんですけど、いつもやっているマイデザインを床に貼って床を変える方法がなんと島の動物のお家ではできないことに気づいてしまったので、すごく悔しいんですけど別のもので代用します。なんか私床でもラバー系の床が特に好きで、他にも木の床とかも好きだったりするんですけど、カーペットじゃなくてラバー系が特に好きで、マイデザインを貼るといろんな色のラバー系の床に見えるので、これでやりたかったんですけど残念ながらできないことに気づいたので、
そうだから他の動物たちのお家もなんとかしないといけないなと思ってるんですけど、もう考えてしまったので、そこはちょっと夢見とかでどうなってるか楽しみにしといてもらって、今回はもうできないことに気づいてしまったので、これは消しまして、グレーのフロアタイルで代用しておこうかなと思います。はい、ということで手前と奥で床を分けて、さらに柱で空間を分けたことによって 6×6 のお部屋でも家具をたくさん置いてても逆に広く感じるかなと思います。では入り口側に家具を置いてしまうと通れなくなってしまうので、左右の壁沿いに家具を置いていきます。まずこのお部屋のテイストにも合いそうなタルを置いて、その上にテキスイングが流れたダブグラジカセを置いておきます。右側の壁沿いには木製のミニテーブルと、その上にメニューが書かれたクリップボード、さらに箱椅子を置いて待つところを作ります。ではこれで床に置く家具は置き終わりました。次は天井を埋めていきます。まずレストランなのでちょっと豪華さを足したいなと思います。ドレープをまず3つ横に並べて、その手前にシンプルなシェードランプをさらに3つ飾ります。はい、正面から見るとこんな感じです。ドレープを飾ったことによってレストランの豪華さが出たかなと思うのと、さらに横に並べたことでまた奥と手前の空間が分かれているようにより感じるかなと思います。では次は壁を飾って仕上げていきます。まず左右の壁にドアの前デザインを配置します。ドアの前に家具が置いてあるので、あれ通れないじゃんって思うかもしれないんですけど、イメージ的にはなんか多分レストランとかそういう飲食店にもあるかと思うんですけど、よくあるなって思ったのは、テーマパークとかでなんかたくさん建物にドアがついてるけど実際には開けれないみたいな、なんか飾りのドアみたいなあった気がするんですけど、それをイメージして左右に配置してみました。ではもうちょっとだけ壁を飾ります。まずちょうど柱と柱の間にメニューを飾ります。で反対側にも同じくメニューを飾ったら、これでレベッカのお家は完成です。では最後は Vlog 動画でも登場した植物屋さんを経営するサブ住民のお家を作っていきます。まず植物屋さんなので、壁は外壁としても使えそうなアンティークレンガの壁にして、床は古い板間の床にします。でエントランスはコンクリート、明かりは温かめのあるライトで少し暗め、環境音は道路が近いので都会にしておきます。ではベースが決まったので間取りを決めていくんですけど、まず植物屋さんに必要なのはレジと植物が裏げているスペースかなと思います。で今回はその植物が裏げているスペースもメインの部分とサブ的な部分と、なんかこう空いたところにちょこちょこ植物を置こうかなと思ってます。まずは間取りの考えやすさ的にも先にレジ周りから作っていきます。で島のお家はカピバラと違って3方向に入り口があるので、そこも考慮しながら作っていきます。まずレジはこの右端に作ろうと思うので、木製の柱とウォールパーテーションを使って少し空間を作ります。でその手前にさらに柱を追加して、間にコンクリートの仕切りカウンターを配置します。はい、これで奥に作ったウォールパーテーションと壁の間の空間は何か物を置く空間として使って、こっちの手前側をお会計をする場所にしようかなと思います。なのでこのカウンターの上にアンティークなレジを置いておきます。はい、これでとりあえずレジ周りは完成しました。で次に左側にも同じような空間を作ろうと思うので、柱を置いて空間を作ります。なんですけど左右対称すぎない感じにしたいなと思うので、こっち側の空間はもう一つ柱を前に出して間に仕切り壁をはめておきます。
で、左右で色味を揃えたいなと思うので、こっちにコンクリートのグレーの色味があるので、左側にシンプルなローパネルにトタンのリメイクを貼った仕切りを配置しておきます。はい、これでとりあえずざっと空間を分けれました。ではここから植物を足していくんですけど、まずこの今作ったここのスペースにはオブジェ的な感じで大きめの植物を配置したいなと思うので、ここにはシマトネリコと、さらに柱を2つ分前に出して、この手前にもサボテンとヤマドリヤシを置いておきます。で、なるべくこの地面のところを隠したいので、後ろの壁沿いにも置いたローパネルを配置しておきます。はい、これでこの植物屋さんのなんかオブジェっぽく、メインの植物っぽくなったかなと思います。では次は真ん中ら辺を埋めていきます。真ん中ら辺は細々した植物を売りたいなと思うので、まずその細々した植物を売るためのテーブルを配置します。大きめのテーブルにしたかったので、ぴったりくっつく工作台にしました。で、この上には小物の植物を置くんですけど、種類的に使いたいものがあんまりないので、何個置いてあっても違和感のないポット苗セットを机全体に配置します。はい、正面から見るとこんな感じです。全部で6つ置いてみたんですけど、意外と1つの家具をこんだけ置いても違和感ないかなと思います。では、植物屋さんなのでさらに植物を足していきます。で、この真ん中の裏げているスペースの手前にお店の看板を配置しておきます。では、ここからさらに植物を足していきます。大きい家具の植物も小物と同じようにあんまり使いたい植物がないのと、なるべく鉢の種類を揃えたいので、シェフレラとモンステラ、この2種類を使っていきます。で、さっきのこのポット苗セットと同じように、意外と何個も置いてもそんなに違和感ないことに気づいたので、この2種類の植物を向きを変えて配置していきます。まず等間隔に配置したいなと思うので、シェフレラをこの辺りとレジ奥あたりに配置しておきます。で、さらにモンステラもまずレジ前とお部屋の左右にも配置しておきます。で、このちょっと半マス分空いたところには柱を置いて、さらに奥行きがあるように見せます。はい、どうでしょうか。2種類の植物をめちゃくちゃ置いてみたんですけど、向きを変えたことで意外と同じものがたくさんあっても違和感ないように感じたかなと思います。なるべくお部屋に馴染ませたかったのと、なんかこのお店のコンセプトみたいなのを表したかったので、鉢の種類を揃えてみました。ではもうちょっとだけ植物を足していきます。まずサボテンがここに1個だけあってちょっと目についてしまうので、お部屋全体に目が行くように右側ら辺にもサボテンを配置しておきます。で、あとこのレジ周りにもう少し植物が欲しいので、まずカウンターの上に葉っぱがついているバスケットを置いて、レジの後ろにポット苗セットを置いておきます。で、その横にはやっぱお店なので音楽は流したいなと思うので、ケケダブが流れたダブグラジカセを置いておきます。では次は天井を飾っていきます。天井にも植物が欲しいなと思ったので、すぐのガーランドをしつこくなりすぎない程度に配置しておきます。はい、次は照明を配置していきます。まず真ん中の植物たちを照らしてあげたいなと思うので、放浪のランプを配置して、さらにこっちのオブジェ的な植物たちにもシーリングスポットライトで照らしてあげます。で、さらに奥のスペースもお客さんが入れるスペースにしようかなと思っているので、わかりやすいように吊り下げ案内ボードを配置しておきます。はい、これで天井は飾り終わりました。で、今回アクセントウォールを使ってないんですけど、正面から見た時に少しだけ変化を出したいので、入り口の上の壁を変えます。なんですけど、仕切り壁で変えてしまうと通れなくなってしまうので、
実行ウールステッカーで書いておきます。はい、どうでしょうか。一箇所だけ変えただけなんですけど、だいぶ印象が変わってお部屋に満足感が出てきたかなと思います。では次は壁を飾っていきます。壁にも植物を飾って売りたいなと思うので、まず左側の壁に床に置いた植物たちと同じく一つの植物をたくさん置きます。右側の壁も同じように配置します。で、入り口側の壁には左右の壁とは種類を変えるんですけど、また同じ植物をたくさん飾ります。はい、だいぶ賑やかになってきたかなと思います。植物屋さんって多分これぐらい植物でいっぱいなイメージがあるので、大げさぐらいに飾ってみました。で、次は仕上げをしていくんですけど、やっぱりせっかく集まる動物の森から植物が揺れるようになったということで、エアコンを配置します。まずこっちに仕切り壁があるので、飛び出るエアコンを配置して植物を揺らします。これだけじゃまだまだ手前の植物たちが揺れてくれないので、入り口側の壁にエアコンを3つ飾ってしまいます。これぐらいあってもシルバーの色っていうこともあって業務用っぽいかなと思って、またこれも大げさに飾ってみました。意外と引きで見た時でもそんなにエアコンの数気にならないかなと思います。で、植物たちも揺れてくれました。で、次はこのオブジェの植物のところだけ床を変えたいなと思うので、ラグを敷いて床を変えます。で、最後にこの左側の1マス分だけ絶妙に空いた壁沿いなんですけど、ここに新しく家具を作ります。植物屋さんなんでお水をあげる水道的なものがあってもいいかなと思ったので、ここにスロップシンクとかウォータービューでもいいかなと思ったんですけど、ウォータービューだとちょっと高さが足りないなと思ったのと、スロップシンクだとちょっと個人的にこのスペースに対して大きすぎる気がしたので、今回は手洗い場とその横の壁にシャワーセットを配置します。これがどうなるかというと、ホース付きの水道になりました。同じシルバーなので一つの家具っぽくなって、このお部屋のテイストにも合ってるかなと思います。壁沿い限定にはなるんですけど、よければ使ってみてください。ということで、これで最後のお部屋は完成です。Driving home with my shoes off, it had been too long. The entire month, it'll probably be another one. World's on fire, but いかがでしたでしょうか。今回は動物のお家に加えてサブ住民のお家も作ってみました。サブ住民の今回作った真ん中のお部屋以外は生配信で作ろうと思っているので、よければ見に来ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃ。